森富さんは学徒動員へ出ており被爆、一命を取り留めました。当時森富さんは現在の原爆ドームから東市へおよそ140メートルのところへ住んでいました。子供自分の特に遊んで、護国神社の境内、練兵場が近く、障子やらお寺が多く、いろんな子供として遊びやすい町、それから今の原爆ドームの元の、陳列館って私は言ってましたが、陳列館行って、遊ぶのに中に広っぱやなんかあって、すぐ前は、夏は元安川で昼頃から夕方まで泳いで、特に夏場の、番線から上げるスイカの揚げで、それが落ちて割れてそれをもらうのが楽しみで、特に夏は、遊ぶところとしては一番その元安川が魅力でありました。朝6時半ごろ、電車通学で出まして、通勤で出まして、7時半までの出勤ということで向こうへ原爆が落ちた時一番8棟あった一番下の棟へおりまして、ピカッと光ってドーンという当時のピカドン、ピカッと光って雷が、光ったような感じで光ってドーンというなんでいつの間にか下敷きになっています。ただ、機械が多いかってその下敷きにはならないから隙間がありまして這い出てすぐ解散ということはできませんので、そのうちに、下の方を見ましたら町の海の方がもうどす黒になって赤い黒いそういうもうもうと舞い上がったような火事みたいなそういったのが見まして、10時ぐらいに、一応元気なものは帰っていいから解散ということで許可が出まして、天満町の電停のところまで来たら、真っ黒い泥の雨、ものすごいスコールのような豪雨に打たれまして、そこでしばらくおりましたらどんどんやけどした人間がこちらの方へ電車通りに逃げてきて、どんどん手をまっすぐぶら下げて下げずにぶらーっと幽霊なような格好で、皮がぶら下がった生徒やら、それから女学生はもうほとんど、もんぺが破れとるんでむしろを探してきて腰巻いて逃げる状態で、それとやけどした人間が泥の雨、黒い雨に打たれて、寒さをしのぐために日に当たったらヒリヒリするから電車の中で45人が固まって背中すり合わせて寒さをしのいだと。東海市の電停を通って電車通りに抜けて、鮎橋のところへ来ましたら、昔の左官町という電停のところでやっぱり黒焦げになって、子供抱いて水槽の中入った女性やらなんかたくさん見まして、鮎橋のちょうど西詰めのところに馬が将校が馬からひっくり返って馬もひっくり返って、そのそばで紅葉というお付きの者が紅葉という腕章をはめたんが倒れてる。それ将校というのがやっぱり倒れてる。後からの話でそれは李王朝の息子かなんかで二部隊へ出勤途中でそこで亡くなったんじゃというのを見ました。それと鮎橋を渡るのがもう鮎橋というのはぐねぐねにこう膨れ上がって下から吹き上げられたような、電車道が吹き上げられたところを渡って、その間いろんなそこら中に女性の方やら子供やらいろんな焼けた何を見ましたが、普通の焼け方じゃなかったですね。
しぶくれするような状態で腫れたような大きくなって、頭は毛がないつるりんこでほとんど丸裸のような状態の人がほとんどそこら中に転がっとるという家まで帰れば誰か元気でおるんだ、誰かがおるんだという、一発でやられたというような原爆ということは後から分かったことで、ぐるぐるぐる歩いて3日間歩いたんですね。ただ救援物資が来るから食べるものは心配、握りどっか行けば横川駅の方やら市役所の前行けば腹が減ればそういうものを救援物資が来とるから乾パンくれたり、いろんなものくれるから帽子出せばそういうものもらえて食べられる。ただ水だけは家が焼けた後に水道管が破裂して水がバッタッと噴き出た分のそういうのを飲んでしのいだんですが、その水というものをそういうのを飲んで死んだ人は後から分かったことでね、その当時は飲んだりいけるもんじゃということは分からない、放射能が残っとるから飲んだ人が頭が髪の毛が抜けて死んだという人が多いですが、そういうことはしばらくして分かることで。それから親父とおばあさんと私すぐ下の今の指導生の1年生で全滅で5年生だった分の弟が亡くなる。それと自分の母親の亡くなった母親の姪というのが手伝いで来とったんだ、それが亡くなって5人亡くなりました。全部鉛筆画です。これはね、私がこの人物のね、原爆が落ちた当時の焼けた写真というものを絵を描いておられる人が多いんですが、その原爆の当時家族を失ってそういうむごい状態というのを見た絵というものは描けません。家族を失ってるから。それで戦前の子供自分に遊んだ思い出というものを絶えず熱心に頭の中へ描いて、それを立体化したものを絶えず描くと言ったら、水彩画だったらあと消されないから、鉛筆画だったら描いちゃ消して描いたらまた消して描き直す、こういったことで鉛筆画というものを描いた。それからほとんどその戦前にあった建物のやら街並みのことを思い出して描いたということです。まあこれも子供に何か残すことができればと思って、これは親父が描いたもんじゃったなということで、残ればと思って描いたもんです。それからたくさんこうその風景が見えるように描くと言ったら上から見たから、それから1軒2軒の描く分だったら平面になるから描けない、上から見た感じというのを描けばたくさんの面積のもんが描けるんで立体化して、まあこれ一番今の語り部屋なんかというのは私口端だけでできないんですが、そういった高校で家族を失った原爆の時はこうだったということの状態をですね、家族子供にも全然話したことはないわけです。だからそういうことはできないから、絵でも描いてでも残しとかなかったらですね、こういったことは語り部ということはその当時のことはもうあんまり喋れば涙が出るから喋らない、そういったことを絵に残して表現しとったと思います。まあその当時の屋根面伝いに遊びに行って火棚で遊んだということで、そういう時の状況というものが上から見た感じというものが多いと思います。だから子供自身かに上屋根裏伝いやら屋根上がって遊んだことが多いかということです。爆心地でありながらそういったところには一箇所も慰霊碑というものはないから、生きとる間に何とか残してですね、
一つの時代の後の人も引き継ぎたいと思いますね。